はいどうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、ファンタスティックテームズドレッドメア決定解説をお送りいたします。ハロウィンイベントやアセンディットとともに急遽新生物が実装されました。幻想生物が実装される有料ダウンロードコンテンツファンタスティックテームズパイロメインに続き第2弾としてドレッドメアが実装されました。かなり多彩な能力を持っておりまして、戦闘のみならずサバイバルに関わってくるいろんな能力を持っている非常に優秀な生物となっております。今回はですね、前半その多彩な能力について、後半特殊なテイム方法についてご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。簡単テイムトラップに関しては次回ご紹介させていただきますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなどアークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。では、まず基本的なところからご紹介していきます。まず、ドレッドメアなんですが、正確に言うと、ドレッドメアはメスのみになっておりまして、オスはドレッドスタリオンという名前になっております。オス、メス、名前が違うタイプになっております。ただし、特に見た目はあまり変わりないようでございます。名前だけが違うタイプですね。ステータスとしてなんですが、基礎ステータスはこちらになっております。近接攻撃力はパーセンテージなので、数値的な部分はわからないんですが、あまり高い方ではないです。ただ割と上がり幅は高いようで、225だとこの子はだいたい40ぐらいの平均的な子になっているんですが、このようにステータスとしては結構高くなっておりますので、割と上がり幅は全体的に高いような気がします。ドレッドメアに関してはサドルなしで騎乗できまして、天然外装はついておりません。なので防御力に関してはそんなに高くないということになります。一応召喚コマンドに関しては説明欄に記載しておりますので、必要な方はご確認いただければと思います。操作に関しては右のようにいつもの操作表示が出ますので、キーアサインを確認して操作していただければと思うんですが、それぞれの能力については後ほどご紹介させていただきます。キーアサインヘルプ UI の切り替えに関しては、パソコンの方はレフトコントロールとペンキーのプラスボタンなどを押して切り替えが可能です。コンソール版の方に関しては R1、L1 同時押ししていただくと切り替えができるはずです。こちらでボタンをご確認いただければと思います。能力に入る前に移動に関してなんですが、飛行することが可能です。もちろん大地を走ることも可能です。移動スピードはそんなに速いわけではないんですが、ゲームが落ちない程度にちょうどいいスピードだと個人的には思っております。あとはこのように滑空のようなことができます。この滑空に関してはグリフィンのような滑空加速でスピードを上げていくというものではなくて、降りる分に関しての滑空のみになっております。ただ角度をうまく調整すればスピードアップとして飛行することが可能になります。加速しながら上昇しようとするとブレーキがかかってしまいますのでご注意ください。少し操作に慣れるところはあるかもしれないんですが、飛行としてはこのようにバックもできますし、左右の飛行も可能です。そのまま下降、上昇もできる縦横無尽に飛べるタイプのものになっておりますので、かなり便利だと思います。残念ながら非常解除が横になっているので、そこがちょっと欠点ですね。上の非常解除だと建築にも結構使えると思うんですが、この辺は仕方がないところですね。ちなみに非常打ちなどはできないようになっております。あと水面に関してなんですが、
足をつくようなところは大丈夫なんですが、深いところに関しては非常解除されてしまいます。水中を進むことはできません。続いて、戦闘面、能力についてご紹介していきます。まずは通常の近接、こんな感じですね。火力に関してはそんなに高いものではないです。ここからは早速特殊能力になってくるんですが、地上でもできるんですが、見やすいように少し飛びますね。まずは、ジャってなってるんですが、これはダークブレードというものになりまして、右クリックでレティクルを足して攻撃すると黒いものが飛んでいきます。これは回復ドリンカーというデバフがつきます。体力の一部を吸収するということになります。続いて同じ系統としてダークウィンド。これに関してはもう一つデバフがつきまして、ダークウィンドというデバフがつきます。一部の能力を抑制するという能力になってます。ちょっと一部の能力が何かはわかりません。ウィンドブレードはクールタイムなしに使えますが、ダークウィンドに関してはそこそこ長い時間のクールタイムがあります。次に恐怖の盾。レフトコントロールをして攻撃すると、このように相手に恐怖デバフが入ります。ビューティーみたいな感じですね。憎しみのオーラはレフトコントロール右クリック。これに関しては周囲の敵に対して憎しみのオーラという継続ダメージのデバフを与えます。回復ドリンカーの体力吸収も入ります。結構強いです。このクールタイムは結構長いものになってます。近接ウィンドブレード、ダークウィンドに関しては近接攻撃力で火力が上がります。憎しみのオーラに関しては近接攻撃力関係ないダメージになっておりますのでご注意ください。続いてドレッドメアの一番有能な能力になりますブラックホールについてご紹介していきます。ブラックホール、このようにテーム恐竜にレティクルが合うと収納可能なら緑になります。これで C ボタンを押すとブラックホールが発動して吸収します。少しクールタイムもあるんですが、これで下の表示のところがアンキロサウルスになったと思います。異次元ポケットにペットを収納することができます。そしてこの能力なんですが、やばいのが見ていただいた通り重量0になってます。ブラックホール内に収納するんですが、生物の重量などは加算されないということになるので、とんでもない能力になってます。生物の運搬としてはかなり大きいものになります。この状態でレティクル、緑に出てると思うんですが、緑で出ているところに対してであれば、その場所に再度 C ボタンを押すことで出すことができます。例えば、アンキロくん、いろいろ荷物を持っている状態で、基本的には金属鉱石とかになると思うんですが、この状態でも収納することができます。何も落とさないものになるので、そのまま持ったままになります。収納している場合はわかるように上に名前が出るようになってます。この状態で運んだとして出すことができます。出すと荷物は持ったままになるので、ポットと違って荷物を入れたまま運ぶことができます。しかも重量が0という運搬能力としてとんでもない能力を持っています。しかも飛行もできるので、採取に関してかなり革命をもたらす生物になっております。どこまで運べるかっていうところなんですが、ブロントサウルスを指し示してもレティクルが出ません。もちろん C ボタンを押しても発動しません。これはですね、ブラックホールのアイコンの下に数字が出ていると思います。現状270となってます。ちなみにレベル1の子だと50になってます。これはドラッグウェイトの数字になっておりまして、このドラッグウェイトの数字以下の生物であれば、ブラックホール内へ収納することができます。ドラッグウェイトとは何ぞやというところなんですが、ものすごくゲーム的なお話になるんですが、生物種ごとに設定されている内部重量ということになります。
見ていただいた生物の大きさであったり、持っているものとかは一切関係なく、ゲーム設定上、その種別に振り分けられている重量ということになります。割と大きさも左右されているところはあるんですが、これで運べる、運べない、つかめる、つかめない、あと、ボス戦行ける、行けないとか、エレベーターに乗れる、乗れないとか、そういったものに作用するものになっております。この重量はレベルが上がると上がるというものではありませんが、増やすことができます。このように重量を上げると290になりました。重量に依存して数値が上がっていきます。今20ずつ上がってますね。基本的に20上がってはいるんですが、一部20じゃないので、多分小数点が目に見えないところであるっぽいですね。検証の時17ずつ上がっていたと思うんですが、これは今別のスタリオンに乗り換えたんですが、こちらは18ずつ上がっています。生物によって多少上がりの数字が違うようです。ここがどこに判定しているのか、ちょっとわからないところにはなるんですが、おそらく野生の重量ポイントにかかっている可能性があるかもしれないと思っております。ちょっとこの差はわからないんですが、一定数で増えていくということになります。これを上げていくと、2000を超えた段階で対応のドラッグウェイトが1000になりました。さらにですね、10の横にプラスがついたと思います。これは1000以上ということになりまして、この段階でドラッグウェイト上すべての生物を収納することができます。ブロントサウルスがドラッグウェイト1000なので、これで収納することができます。さらにですね、このようにバシロサウルス、ドラッグウェイト上一番多い12000になるんですが、見ていただいた通り、レティクルが緑で出ていると思います。この状態で C ボタン。ドラッグウェイト12000のバシロサウルスも収納することができます。もちろん出せますね。これであまり1000を超えてくる生物多くはないんですが、これで全ての生物を収納することができるようになります。やばいですね。インベントリーの中身持ったまま収納できるんですが、プラットフォームサドル付けれるタイプのものに対して、プラットフォームにこのように建築をしていった場合に関しては、収納はできるんですが、建築物は壊れてしまいます。これはポットと同じようなイメージですね。ここはご注意いただければと思います。合わせていくつか注意点がありまして、このようにブラックホールに収納している状態のドレッドメアに関しては、別のドレッドメアで収納することはできません。レティクルが出ないようになっています。ご注意いただければと思います。もう一点、注意点として、このように受胎中の生物を収納することはできるんですが、収納した場合、もう一度出しますと、このように受胎が解除されてしまいます。一応クールタイムは発生しないようなんですが、受胎が解除されてしまうという状態になります。こちらの水中生物に対しても、ブラックホールを利用することは可能です。この場合、このようにレティクル出るんですが、地上で出そうとした場合は、エラー表示が出て水がないので出せませんとなります。この水のあるところであれば出すことができます。ポットと同じ仕様で間違って地上に出して死んでしまうということはないようになっているようなので、ご安心いただければと思います。続いて赤ちゃんに関してなんですが、今この子が成熟 2.1%、ケアが必要になるまで5時間36分ぐらいですね、収納します。この状態でちょっと時間を待ちます。ということで5分が経ちました。この状態で出します。すると同じ状態で出てきます。時間が止まっているっていうことですね。これを利用することによってかなりブリーディングが楽になるかと思います。ポットに直すのと同じようなイメージですね。
ただちょっとブラックホール使うのが、レティクル合わせるのが慣れないとちょっと難しいかもしれません。赤ちゃん結構大きいタイプではあるんですけど、それでも結構合わせるの難しいので、右クリックでレティクル出してからでもちょっとずれるんで、慣れる必要はありますが、赤ちゃんの時間止めることは可能です。もう一つ、ブラックホールに収納している状態でトランスミッターなどへのアップロードはできないようになっています。このアップロードの生物リストに名前が出なくなっております。もう一つ、同じくこのようにポットに対しても収納できなくなっておりまして、生物をブラックホール内に収納している状態の場合は、アップロードやポットを使った回収などはできなくなっております。このようにアンキロサウルスなどで採取する上で、ブラックホールで持っていって、このように金属がある場所にアンキロサウルスを出して採取をしてもらうということができるようになります。しかもこういう場所だとアルゲンとかで連れてきていい位置に下ろすの難しいんですが、ピンポイントでアンキロサウルスを出して採取してこのように収納して、しかもいっぱい重量を持っているアンキロくんでもドレッドメアに対しては重量加算されない状態になっておりますので、かなり採取に役立ちます。途中から自動採取しないので、もちろんサバイバーで尻尾を振る必要はあるんですが、ソロの採取としては格段にやりやすくなります。しかも重量いっぱい持っているからといって、運搬で速度低下されるっていうこともないので、アンキロくんさえ尻尾振れば、インベントリーの上限までは金属集めて帰ってこれるということになります。金属に限らず、アンキロくん以外でもそうなんですが、これはかなり採取に画期的になります。ソロの採取は抜群に楽になります。最後、今はないですけど、工業量とかの近くに出せば、ちょっとずれますけど、アルゲンなどの運搬よりはやりやすくなるかと思います。このブラックホールの能力だけでも十分だったぐらいの能力でございます。ちなみにですが、ブラックホールのアクション中に非常解除したりするとキャンセルがされます。逆にキャンセルしたいときはありなんですが、このように途中で自由視点になったりとかするとキャンセルされてしまいますのでご注意ください。以上です。続いてテイムに関して。テイムはまず夜にならないとできません。時間としては20時半以降5時過ぎまでの間に関してはテイムが可能となります。それ以外は存在自体はあるんですが見えなくなっているようでフェニックスと同じような仕様となっています。出現に関してはスコーチドアースもしくはセンターとなっております。いくつか目撃情報あるんですが、もしかすると割と全体なのかなと思っているところがあります。出現数はそんなに少なくないんですが、多くもないみたいなので、その辺はまだちょっと実装されたてなので、分かりかねるところにはなってしまいます。そのうち神ゲー攻略さんとかでマップ上がると思いますので、説明欄の神ゲー攻略さんのサイトに移動していただければと思います。ゲーム方法は特殊になっておりまして、まずは野生を見つけて倒す必要があります。野生のドレッドメアに関しては、基本的に敵対はしません。敵対対象としては、攻撃をするか、近くに死体があると襲ってきます。そして攻撃はこのようにウィンドブレードメインで遠距離から攻撃してきます。このように周りを回ってヘイトが切れると去っていく感じですね。ここに関しては次回簡単テイムトラップお伝えするんですが、今回はちょっとこれで倒しますね。倒すとインベントリー内に闇の祭壇というアイテムを落とします。これを回収しまして、ここから準備しておくものがあります。まずは後ほどご紹介しますが、戦利品を準備する必要があります。
主にはボス戦行く時に渡すものと同じようなものだと思っていただければと思うんですが、各マップごとに出てくる戦利品を要求されるということになります。もう一つ、再度ドレッドメアが出現しますので、倒すための準備が必要となります。ここに関してもトラップあるんですが、そこはまた次回でご紹介させていただきまして、生物であったりトラップ以外の状態であれば、割とセミオート式スナイパーライフルを準備しておくと楽に倒せます。実際やってみますね。闇の祭壇設置の注意点なんですが、基本的にどこにでも置けます。土台の上でも置けます。ただし、天井が開いているところでないと設置することができません。そして設置をすると回収することができなくなっています。ここは注意しないといけません。設置した場合、このようにアイテムを要求されます。これを渡すか、上の時間過ぎるとドレッドメアが出てくるので戦闘になります。なので、戦闘できる場所でないと、拠点内とかでこれをやってしまうと大変なことになるのでご注意ください。要求されるものに関しては手に持っているとこのように E ボタンで押せるようになってます。5分しかないのであらかじめ戦利品集めておく必要があります。これは本当にランダムになっているのでアルファ生物なども要求されます。与えるとこのように出てきて戦闘になるというものになります。このまま戦っていただいてもいいんですが、祭壇から離れると追ってくるんですが、一定距離離れるとこのように祭壇に戻ります。体力に関しては徐々に回復します。このように回復していきます。この状態でスナイパーライフル撃っていただくと倒せます。飛行生物とかである程度距離を離れてしまえば、このように簡単に倒すことができます。ただし、アルファデスワームのハンティングトロフィー、この辺も要求されてしまいますので、そんなのを持ってないっていうパターンが出てくる場合があります。この場合、この5分も待ちます。このようにですね、時間が経つと、ドレッドメアと求められた供物の生物が出てきます。アルファを求められた場合は、アルファと戦わなければいけません。これはドレッドメアを倒したとしても、アルファ生物は倒さないといけないので、とんでもなくめんどくさいことになります。ちょっと倒しますね。はい、倒しました。すると、次のターンになります。この場合、ゲーム効率が落ちます。あと、このように闇の祭壇の耐久力が落ちます。これはおそらく一定かと思われます。何回か試しているんですが、同じ分のゲージが減るので、1255落ちていますね。4回ぐらいはスルーできるということになるんですが、ゲーム効率も落ちているので、極力全部集めて取り掛かるのがいいかと思います。アルファ生物が難しいですね。倒すのもそうなんですが、遭遇も難しいので、その辺がちょっと難解ですね。スコーチドアースとセンター、それぞれの供物が関わってくるので、集めやすい方で集めていただければと思います。分次第のところもあるんですが、スコーチドアースの方が少ないと思うので、アルファに当たる確率がその分ちょっと高いのかもしれないなと思っている次第でございます。一番辛いのが、竜脚類の水骨というものが要求されることがありまして、検証中1回あったんですが、何かっていうと、ティタノサウルスの戦利品になります。なので、ティタノサウルスが出てきます。ティタノサウルスを倒さないといけないということになりますので、ご注意ください。一応、朝になるか、時間が経てば消えますので、離れていると襲ってこないので、離れてやり過ごすという手段もあります。水生生物の戦利品が要求されるかどうかはちょっと出てないのでわからないんですが、この場合はどうなるんでしょうね。何か当たった人がいればコメントいただければ嬉しいです。あとはこれを繰り返すということになります。通常のバトルでも倒すことはできると思うんですが、結構大変だと思うので、離れてスナイプする方が楽だとは思います。この距離だったら倒せますんでね。あとはこれを繰り返していってゲームを進めていくということになります。
これで倒せたので、このようにティームゲージが溜まります。ティームゲージが青くなりまして、もう一度ティームと出てくるので、アクセスするとティーム完了ということになります。いい色してますね、この子。再度、設置の注意なんですが、さっきのようにスルーした場合、生物が出てきますので、拠点近くだと大変なことになりますので、少し離れたところでやる方がいいです。最悪倒せない場合は、近寄らなければ攻撃してこないし、放置していれば消えますので、一定距離離れたところでしばらく待つという手段が取れます。決して拠点内には設置しない方がいいかと思います。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ファンタスティックテイムズ第2弾ドレッドメアの徹底解説をお送りいたしました。ドレッドメアですね、何よりブラックホール、これだけでも良かったぐらい非常に優秀な能力を持っておりまして、ソロプレイヤーには大変ありがたい運搬生物ということになってきます。もちろんそれ以外でもですね、戦闘面でも十分戦える能力も持っておりますし、ここも縦横無尽で飛べる部分がありますので、建築高所作業とかも便利に行えるということになります。残念なところが、非常解除がですね、上であれば、さらに建築高所作業にですね、役立ってもらえたんですが、そこまで行くとちょっと贅沢なところにもなると思いますので、十分優秀な能力になっております。戦闘面もですね、遠距離攻撃できるタイプにもなりますし、耐久力は高くないんですが、別で体力を吸収するという能力を持っておりますので、そこで結構戦闘中カバーできるのではないかなと思っております。戦闘でも、そしてサバイバル、採掘などにも、建築にも、全般で優秀に機能してくれる非常に優れた生物になっているかと思います。また、簡単テイムのトラップに関してはですね、次回お送りいたしますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。早く見たいよっていう方に関してはですね、出来次第でメンバー限定で先行配信を行っておりますので、メンバー登録して早めに視聴することも可能です。では本日は以上となります。アートについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord など、アークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。